はい、どうも、イートです。今回は、インタークーラーのパイピング磨き&インタークーラーのフィンを直す動画になります。取り付けまであともう少しかな。これをきれいにして、インタークーラーのコアのフィンをね、きれいにして、塗装して、取り付けっていうような流れになると思うんで、今回はきれいにする動画になります。早速なんだけど、今回、インタークーラーのパイピングを磨くのに使うのが、この電ドルっすね。いつもおなじみ、俺の愛用してるマキタの電動ドライバー。で、これに、実はこういうね、アタッチメントがあるんですよ。今これもついてるんだけど、あとは、ちょっとホームセンターで見つけた面白そうなの。見てこれ、艶出しアフロくんっていう。もうなんか最近強そうじゃない曲面に馴染む。はい、ここですね、ポイントは。何って思いましたね、見たときに。で、なんかこの回転力で、これも、こういう風にね、ビットがついてるんで、こいつに取り付けて磨けるんだけど、コンパウンドも必要なんですね。で、今回用意したコンパウンドっていうのが、これね、なんか前に塗装とかで使ってたやつなんだけど、傷消し用と仕上げ用と鏡面用、3つあって、あと、今、ちょっと袋の中にあるんだけど、このブルーマジックっていう結構有名な溶剤になります。で、これを使って、今日は、このパイピングを、汚れを取りながら磨いていきの、こいつのフィンをどうやって直していくのかっていうのを動画にしたいと思います。じゃあ早速、パイピングからいきますか。そしたら、まず1本目ね。こいつのシリコンホースをまず取っていきます。で、今、ここのパイプのシリコンホース取ったところ、すごい汚れてるんで、こんな感じでブローバイがいっぱいあるんで、これをまずきれいにしてから磨きの作業に入っていこうと思います。こんな感じでざっくり汚れを落としていこう。はい、今ある程度きれいにしたんで、こっからこのアフロくんを使って磨いていこうと思います。まず3000番傷消しコンパウンドから。これどうなんだろうな、どんぐらい。おー、すげえ。思ったよりすっごいやりやすい。この曲面でも今ざっくりやった感じだけど、ちょっと表面になってるのがわかる。もうちょっとね、粗めでいった方がいいかな、これは。はい、もうね、めんどくさいからブルーマジックがっつりつけて今から磨いていきます。ある程度今電動ドライバーでやったんで手で仕上げてます。でも手で仕上げててもこんだけ汚れがついてるんで、なかなか根気のいる作業かもね。好きな人は多分ね、こういうパイプ磨きとかね、好きなんだと思うけど、俺あんま好きじゃねえなやって思った。やんなきゃわかんないから、こういうのは。だからまずやってみて、それから物事を言うっていうね、ことにした方が自分の経験値にもなるから、
もっといろんなことを経験していけばいいんじゃないかなって自分から挑戦してね。まあ仕事もそうだし。わし結構いい感じじゃない？ OK、 今こっちからこっち側はやってこっち側はやってない方、だいぶ変わったっしょこれ。ほらこっちとかさ、もうわかる？でこっち側まあちょっと小傷は入ってるんだけど、こんだけ光れば十分だよね、中古でね。だってこれセットで6万円だよマジで安いっしょ。だったらこうやってさ自分で磨いた方いいじゃんって思っちゃうよね。じゃあこの調子で残りやってくんだけど大変だね、頑張ろうこれ多分電ドル回転かけすぎると多分熱持ってこっちが傷んじゃうかもしれないから、弱めでやった方がいいかも。ある程度このぐらいで軽く多分こうずっと当てとくとそこが熱持っちゃうから、なんか鳴らしながらやった方がいいかもね。ある程度やったらもうここから手に移行した方が綺麗になるっていうのが分かった。だからある程度磨いたらパークリで綺麗にしてあげる。そうするとある程度ねこうやって光るから、そしたら僕はもうブルーマジックを使っちゃってます。まあ Amazon とかで売ってるからよかったら検索して見てみてください。アルミの磨きのね液体のコンパウンドみたいなやつだから、これめちゃめちゃ俺は好きだな結構。ほら真っ黒。これをこうやってね、おーしちゃんと磨いてるからねこれ。わあ完璧だよこれ。おいほらめっちゃ黒、やばくないこれ。ブルーマジックで拭いた後で、この後にウェイっつってこいつのこの黒の汚れを落とすと、あーやばいねこれ。わかる？これは傷ね。すごっ。はい1本。完成です。これはいいっしょ、こんだけやればね。比べてみる。ほらわかる？細かい傷はしょうがないけど綺麗になってるっぽくない？やらないよりはいい。こんな感じでね、あと残り磨いていこうか。今最後のパイピングに来てます。でこれねパーツクリーナーである程度取れるね、綺麗。そんなに汚れてなかったパイピングなんていうんだろう、腐食。まあほらちょっとねもうピカピカ光ってるように見える、これだけでも。だからまあこういうのがでも腐食したりとかするのが気になる人はまあ新品を買った方がいいと思うけど、別にねどうせこうなるんで本当にこうなるから、だったらまあ中古でもいいかなって思っちゃうよね。 OK、 カット完璧です。見て、はい完璧です完璧ではないけど、まあだからこれあとねどうしようかな。まあちょっとテープ金色のテープあるじゃん、その遮熱なんていうのあれ、断熱シートわかんないけど、あれを全部
貼るか、この上からクリア塗装して、ちょっとまた綺麗にするのかは、ちょっと今後考えていこうと思います。いい方法をね、知ってる方はぜひコメント欄で、こうやったら、アルミ綺麗になりますよとかってコメントいただければすごい嬉しいです。はい、お待たせしました。じゃあ次はね、コアに行きたいと思うんですけど、実は今ここに動画出しますね。こんな感じで最初はすごいフィンが潰れてたんだけど、今ね途中まである程度フィンをこことかね、ほらここも全部実は広げてるんですよ。でこの方法がちょっと今から見せますね。でいろいろ試したんだけど、アストロとかで売ってるね、こういうローラーみたいなやつとかもあって、それも試してはみたんだけど、やっぱりまっすぐそんなになんなかったんですよ。で今回見つけたやつがこれね、見えるかな、こういうすごい細いピンセット、これを使って今修理をしてるところなんですけど、じゃあそれどうやんねんって、今ちょうどこれを奥まで突っ込んで挟んでいくっていうね、こんな感じでちまちま直していくんだけど、すごいね大変。こう今もうここまでこの1234566か、この列まで潰れを直したんですよ。わかるかな。ある程度だから今ここかな、この列からスタートですね。こんな感じで挟んで潰す、これをひたすら繰り返す。そうすると見えねえな、見えるほら今ちょうどここがやった場所で、こっちからこっちがまだやってない場所に分かれてるんだよね。カメラ越しだとすげえ難しいんだけどほら分かるかな。こんな感じであと 3,4 列ぐらいか直していきます。でこのコアはもしかしたら塗装するかもしれません。ほぼ塗装すると思う。だから完成ぜひお楽しみにしていただければと思います。じゃあね、こんな感じで今回この動画は終わろうと思うんだけど、このパイピングのどうするかっていうのと、あとインタークーラーね、あれが完成したらぜひ動画にするんでお楽しみにしていただければと思います。多分ね、休みの日にできるかできないかもわかんないから、ちょっと時間はかかりそうだけど、バッチリ絶対仕上げるんで、ぜひねお楽しみにしていただければと思います。じゃあ今日はねこんな感じで動画終わろうかなと思います。よければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた。